もし人生で人と話す機会が一切なかったとしたら、遡ることおよそ50年前の1970年、舞台はアメリカカリフォルニア州。ここにワイリー家という家族が暮らしていました。父クラーク、母アイリーン、そして18歳の息子という一見するとごく普通の3人家族。しかしこの家族は誰にも言えないある秘密を抱えていたんです。それは家の中のある一室、開かずの間と呼ばれる部屋の存在。父クラーク以外はこの部屋に近づくことすら認められていませんでした。ただ厳密に言うと、もう一人だけこの部屋に入ることができた人物がいたんです。ジーニーという13歳の少女。彼女は一体何者なのか。実はジーニーはこの開かずの間に約13年間も監禁されていたんです。約13年間開かずの間に閉じ込められていたジーニー。外界から隔離され育った少女に起きたある異変とは。悲惨な幼少期を過ごした彼女を待っていたのは、人間性を取り戻すための戦いだったんです。おそす、間違えて洗濯しちゃったらパンになっちゃった。これ買い替えよう。ケンちゃんです。呼ばれて飛び出てババババーン、ヤミカです。いやね、ヤミコさん、はい。誕生日おめでとうございます。ありがとう。8月25日。ねえねえ、ヤミコさん、用意してほしい。どういうこと何こんなの初めてよ。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。おめでとうございます。今お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます、ヤミコさん。いただきます。みんなも DM でお祝いくれてありがとうね。本日ご紹介するのは、幼少期に10年も監禁された少女ジーニーについてなんですけど、彼女はですね、その監禁された環境っていうのがあまりに特殊だったため、言語学や心理学の観点から一体どう成長してどう影響を受けたっていうのが注目された事件なんですよ。子供の頃から10年も監禁って何があったらそうなんの？それがですね、彼女の父親がね、かなりヤバい人物だったんですよ。まずはそんな監禁生活のきっかけから見ていきたいと思います。ワイリー家の闇。遡ることおよそ65年前の1957年4月18日、アメリカカリフォルニア州。ここで暮らしていたワイリー家という一家に新しく女の子が誕生しました。彼女の名はジーニー。父クラーク、母アイリーン、5歳年上の兄に彼女が加わったことで、ワイリー家は4人家族になったんです。末っ子として生まれたジーニーは、本来なら両親や兄の愛情をたっぷりと受けながらのびのびと成長していったはず。しかしワイリー家はそうした一般家庭とは事情が違っていたんです。一家4人揃っての夕食の席に響いているのは、フォークとナイフが食器に当たるわずかな音だけ。家族が顔を合わせているのに誰一人として会話を切り出そうとはしません。実はワイリー家ではむやみに会話することは許されないんです。テレビやラジオも一切禁止。電話にも制限がつけられていました。これは父クラークが神経質な性格で騒音を異常に嫌ったためでした。母アイリーンは目が不自由で、夫の助けがなければ暮らしていけない状態。そのため主導権を夫クラークに預けるほかなく、こうした異様なルールにも従わざるを得なかったんです。会話も自由にできないなんてさ、もう幼少期の言葉を使ったコミュニケーションってめちゃくちゃ大事じゃないの？やばくないこれ？少なくともいい生育環境とは言えないですよね。そしてこの後、父クラークの異常なまでに神経質なね、その性格が災いし、事態は思わぬ方向へと進んでいくんです。1958年6月、1歳2ヶ月になったジーニーは小児科の検診を受けていました。その際、医師は両親に向かい次のような診断を告げるんです。ワイリーさん、娘さんはひょっとすると発達障害かもしれません。私の娘がそんなバカな！激しく動揺するクラーク。といってもあくまで可能性の話です。まだそれほど深刻なもので。そう話を続ける医師の言葉はもうクラークの耳には届いていませんでした。深刻じゃないって言われてても、ほんと大丈夫って気になっちゃうのが親心ってもんじゃない？気になっちゃうくらいでね、済めばよかったんですけど、この診断がクラークの異常行動のきっかけとなってしまったんです。あなた、やめてください！クラークは悲壮な叫び声を上げる妻には目もくらず、1歳になったばかりの娘を抱きかかえ、その部屋のドアを開ける。両親のただならぬ空気を察し、娘ジーニーは大声で泣いていた。部屋にはベビーベッドが1台ポツンと置かれている。そのベッドにジーニーを寝かせると、ポケットから金属製の何かを取り出すクラーク。それは手錠だった。今日からお前はここで暮らすんだ。クラークはそう言うと、あろうことか娘に手錠をかけた。お願い、その子にひどいことしないで。妻アイリーンが部屋へ入ろうとするも、クラークは形相を一変させ拳を振り上げた。部屋の外に突き飛ばされるアイリーン。クラークはすかさずこう言い放つ。よく聞け。今後お前がこの部屋に入ることを禁止する。近づくことも声をかけることもだ。
そう言ってクラークは勢いよくドアを閉めた。壁越しにかすかに聞こえる妻アイリーンのむせび泣く声。そんな妻のことなど気にも留めず、クラークはまじまじと手錠をつけた我が子を見つめていた。もう安心だジーニー、お前は俺が守る。娘に手錠をかけるってどういう状況なの？そのくせして守るってなんなのよそれ。わかんないわ。わかんない。完全にね、常軌を逸しているんですけど、クラークにはね、一体どんな考え、思想があったんでしょうか。ネガティブな妄想にとらわれていた父クラークはジーニーに発達障害の疑いがあると聞き、彼女は社会に適応できないと思い込むようになりました。そうしてクラークは娘を人間社会から守るため、最も安易で残酷な舞台にたどり着いてしまったんです。社会に適応できないなら社会から引き離してしまえばいいんだ。実はクラークがここまでナーバスになっていたことにはジーニーの診断以外にも原因がありました。それはクラークの母親のひき逃げ事故。クラークはジーニーが生まれて間もなく自身の母親をひき逃げで失っていたんです。もともと神経質だった彼はこの一件をきっかけに世間への恐怖心をより一層強めていました。そうしたさなか娘に発達障害の疑いがあるという診断を受け、彼の異常行動はいよいよ歯止めの効かないものになってしまったんです。クラークにも辛い事情があるのはわかるんだけど、絶対に娘の守り方間違えてるわよこれ。このままなのどうなっちゃうのよジーニーは。もう気が気じゃないわよ。それがですね、この後ジーニーを待ち受けていたのはおよそ人間の生活とは思えない環境だったんです。監禁生活。寝室を改造した監禁部屋の明かりは裸電球が一つだけ。カーテンは閉め切られており、一日中薄暗い状態でした。家具と呼べるものは特注の柵で覆われたベビーベッドと幼児用トイレのみ。ジーニーの食事は毎日父クラークが自ら運んでいました。メニューはベビーフード、オートミール、卵などお世辞にも栄養価が高いとは言えないものばかり。ジーニーは鎖で繋がれ歩き回ることもできない状態。音を立てるとクラークがやってきて暴力を振るうため、声を発することも許されません。そんなおよそ人間の生活とは思えない状況下に置かれた娘を案じ、母アイリーンは夫に何度となく懇願しました。お願いです、ジーニーを出してあげて。来る日も来る日もすがるように頭を下げ続けるアイリーン。そんな妻の姿を見かねたのか、クラークはある日こんな約束をします。ジーニーが12歳になったら自由にする。こうしてアイリーンはジーニーが12歳になる日を今かと待ちわびるようになるんです。12歳ってジーニー1歳でしょ。気遠くなっちゃうわよ。失った時間がね、あまりにも多すぎますよね。しかし結局ジーニーは12歳になっても解放されませんでした。父クラークの約束は果たされず、アイリーンは苛立ちを募らせていきます。もうこれ以上あの子をあんなかわいそうな目に遭わせておくわけにはいかない。こうしてジーニーが13歳半の時、アイリーンは夫に向かい意を決してこう言い放つんです。私はあの子を連れて行きます。彼女は夫の静止を無視すると、わずかにしか見えない目を凝らし、開かずの間に足を踏み入れます。そこには約13年間見ることも叶わなかった娘ジーニーの姿が。彼女は痩せこけ、まるで感情が欠落しているかのように死んだ目をしていました。これはもうちょっと感動のご対面とは言い難いわよこれは。ジーニーはですね、なんと母親にまで警戒心をむき出しにしていたんです。その様子はね、野生動物のようだったと言われてるんですけど、それもそのはずで、生物学的にはね、このジーニーのような状況の人を野生児と呼ぶんです。野生児、というわけでね、本日のメトラキーワード、野生児について。野生児とは人間社会から隔離された環境で育った子供のことを表します。大きく3つに分類され、1つ目は狼などの動物に育てられたケース、2つ目は周りに人間がいない環境で成長したケース、3つ目は隔離幽閉され人間社会と接触を持つことなく育ったケースで隔離児とも呼ばれているんです。ジーニーは野生児の中でも隔離児に分類されます。主な特徴は本来人が持ち合わせている情緒や羞恥心などがないこと。母親が部屋に突入した際にジーニーが死んだような目をしていたのも人間としての情緒が欠落していたためだったんです。野生児ってなんとなく大自然の中で育てられた子みたいな感じで思ってたけど、こうやって隔離された人も入るのね。こう聞くとほんと社会復帰めちゃくちゃ難しそうって思うんだけど、ジーニーはね、この後人間社会に順応できるのか、そして救出された時のジーニーは一体どんな様子だったのか、早速見ていきたいと思います。人間の生活。1970年11月4日、母アイリーンはジーニーを連れ自宅を逃走。生活保護施設に駆け込み保護されるに至ります。事件が明るみになるとすぐさまマスコミが報道。父クラークはもちろん母アイリーンも児童虐待を見過ごしていたとして起訴されることになるんです。こうして世間の注目が集まる中、事態は意外な結末を迎えるんです。なんと父クラークが拳銃自殺をしたんです。事件が報じられてからわずか3日後のことでした。クラークは最後に次のようなメモを残し死んでいったといいます。世界は理解してくれないだろう。
クラークは何？自分の行動が異常だってことは分かってたわけ？そうなんですよ。だから妻がねジーニーを連れ出そうとした時止めなかったんですよ。何年もですね監禁生活を続けていたため、自分の中で異常だってことは分かりつつも歯止めが効かない状態だったのかもしれません。その後、ジーニーは母アイリーンが逮捕されたこともあり、保護施設で暮らすことになりました。そこでジーニーの体の状態を診察した医師は思わず驚きの表情を見せます。この子は本当に13歳で間違いないんだな。ジーニーは13歳という年齢にもかかわらず身長が137センチしかありませんでした。これは同世代の平均値と比較して15センチも低い身長。体重も平均と比べて20キロも少なく26キロしかなかったんです。それどころかこの時のジーニーは自分で立つことも歩くこともままなりませんでした。監禁中、鎖で繋がれていた彼女は一切運動することがなく、さらに食べ物の栄養価も十分ではなかったため、発育が著しく遅れていたんです。自分で立つこともできないなんてもう相当道のりが遠いじゃないの。ただね、運動能力はこの後のリハビリで、なんとかはなるじゃないですか。やっぱね、人間としての情緒、心の部分、そこがね、この後どうなっていくのかっていう、すごい注目が集まったんです。ジーニーは感情が乏しく何を考えているのか全くわからない状態にありました。さらに彼女は人前で恥ずかしげもなく失禁する、ところ構わず唾を吐き散らすなど羞恥心を一切持ち合わせてはいませんでした。13年間父親以外の人と接する機会を奪われたことはジーニーの性格形成に大きな弊害をもたらしていたんです。そして彼女の特徴の中でも言語学、心理学の研究者たちがこぞって注目したものがありました。こんにちは、ジーニー。私はスーザンと言います。私の言っていることがわかるかな？ジーニーに話しかけたのは言語学者スーザン・カーティス。この時ジーニーは返事もせず不思議そうな顔でスーザンを見つめているだけでした。そう、ジーニーは言葉が全く話せなかったんです。言葉が話せないって少しも話せないの？そうなんです。なんとこの時ね、ジーニーは1歳児程度のね、知能しかなかったんです。そしてその原因は父クラークの彼女に対する接し方に問題があったんです。薄暗い部屋の中に響いているのはまるで野犬が威嚇しているかのようなうなり声。暗がりから姿を現した声の主はジーニーの父クラークだった。恐ろしい形相で睨むクラークに怯えた様子で縮こまるジーニー。そして次の瞬間、バン！クラークは激しく吠えるとジーニーの肌に爪を立て彼女を引っかいた。すっかり怯えてしまったジーニーは声を発することもできない。監禁部屋でのクラークの振る舞いは野生動物そのもの。隔離されていたジーニーに許された唯一のコミュニケーションはおよそ人間相手とは呼べないものだった。ジーニーが話せなかったってまさかそういうことなの？そうなんです。約13年間の監禁生活でジーニーが接することを許された相手は父クラークだけ。そしてクラークはジーニーの前で一言も言葉を発しませんでした。そのため彼女には言語習得の機会が一切なかったんです。赤ん坊の頃から約13年間言葉を話す機会を奪われていたジーニー。彼女は今からでも言葉を話せるようになるのか。スーザンをはじめとする研究者たちは全く前例のないその言語習得の過程に注目したんです。ジーニーの登場により急遽結成された研究チームはそこから数ヶ月をかけジーニーに単語を習得させるインプット作業を行いました。その結果、ご飯食べる、まあお腹が減ったのよく覚えたわね、偉いわジーニー。ジーニーはいくつかの簡単な単語を話せるようになったんです。さらに言葉では伝えられないことは絵で描いて表現するなどコミュニケーション能力に顕著な進展が見られていました。翌年の1971年には研究チームの一員でもあった心理学者リグラー夫妻の里子に、この夫妻の下でジーニーはトイレの使い方や食事作法などを身につけ、人間らしい生活にも徐々に慣れ親しんでいくんです。その後研究費が打ち切られたため1975年にリグラー夫妻が里親を辞退。こうしてジーニーは離れていた母アイリーンと再び一緒に生活することになるんです。一時はどうなることかと思ったけど、またお母さんとさ幸せに暮らして言葉もちょっとずつだけど話せるようになってきていい方向に向かってるじゃない。でね、なるといいんですけど、ことはね、そう順調には運ばなかったんです。ジーニーの限界。1975年18歳になったジーニーは母アイリーンと親子水入らずで生活を始めます。共に過ごす時間を長く奪われていた親子でしたが、ジーニーはアイリーンのことが本能でわかるのか彼女に非常に懐いていました。しかし何より幸せな時間であったはずの2人の暮らしはそう長くは続きませんでした。ジーニーに突き飛ばされ大きく尻餅をつく母アイリーン。ジーニーは痛みに顔を歪めるアイリーンを気にも留めず彼女の周りをぴょんぴょんと跳ね回っていました。徐々に人間の生活に慣れているとは言っても彼女の根本の野生的な性格が変わることはありませんでした。本人はじゃれているつもりなのかもしれませんが、母親にたびたび乱暴な振る舞いをすることもあったんです。母アイリーンはジーニーのそんな性格を正そうと新しい里親にしつけの厳しい人物を選びました。しかしこれもジーニーにとっては逆効果だったんです。ジーニー
ニーは父親の暴力にさらされたトラウマから厳しい叱責を極度に嫌います。結果、彼女は徐々に他人との距離を取り、塞ぎ込むようになっていきました。そしてついには、言葉を話さなくなったんです。せっかく話せるようになったのに。そもそもね、ジーニーの言語能力っていうのは研究チームのその研究対象だった時にすでに限界点をね、迎えちゃってたんですよ。ジーニーは研究チームの下で過ごしていた頃には 2,3 個の単語を組み合わせて意思表示ができるようになっていました。これはだいたい2歳半の子供と同じくらいの言語能力。残念ながらジーニーの言語能力の発達はここまでだったんです。これは脳科学の観点から見ても当然の結果。脳のシナプス結合は生後1年間でピークまで達し、その後徐々に減少していきます。この段階から生きるために必要な回路、必要のない回路が脳内で判断され、取捨選択が行われているんです。ジーニーは幼少期の異常な生活を通し、言語習得に関する脳内回路がもはや機能しない状態になっていたと考えられているんです。13年間も監禁されてた時点で、ジーニーの言語能力って決まってたようなものって考えると本当悲しすぎるわよ。本当に人ってね、生まれ育った環境とか、大人になっても周りの環境とか、環境によって左右される、そんな生き物だなっていうのを痛感させられましたよね。この後、里親の元を転々としたジーニーは最終的にカリフォルニアの保護施設に引き取られることに。母アイリーンはジーニーが研究対象にされることを嫌ったため、研究者たちの面会は許されず、彼女がその後どう過ごしたのかはほとんど知られていません。そんな中でもジーニーの27歳の誕生日に施設を訪れた精神科医は次のように語っています。ジーニーは言葉を一切話さず、誕生日ケーキを目の前に置いてもまるでそれが見えていないかのように、目の焦点が全く合っていない状態でした。感情の読めないジーニーがその後幸せに過ごせたのかどうかは彼女以外に知る術はないんです。ジーニーが私たちに教えてくれたこと、それは人間らしさとは人間に生まれただけで身につくものではないということなんです。人間らしさは人と人とが協力し合い、共に過ごしていく中でこそ築かれていくものなのでしょう。